はい、こんにちは。柴崎です。ねえ、お元気でしたか？そう、よかった。柴崎もね、おかげさまでご覧のようにね、今日も元気にやってます。もうようやく寒いね、冬も出口が見えましたね。で、だんだん春ということになると、やっぱり柴崎もね、もうスケッチに行ってみたいなっていう気持ちがね、こうムクムクと湧き上がってきます。さて、今回のテーマなんですけどね、あなたにぜひお見せしたいものがあります。はい、ちょっと出しますね。これなんですよ。ね、見えた？大きいでしょ？もう一回お見せします。はい。柴崎の顔が隠れるぐらい大きな、実はこれオイルパステルですね。こっちもこっちもオイルパステルです。これね、実は2つの国の製品です。こっちは中国製のオイルパステル。ね。こっちは韓国製のオイルパステルです。ね。こっちがね、ポール・ルーベンっていうね、製品ですね。こっちがギャラリーという製品です。これね、Amazon で買ったんですけどね、いずれもね、48色セットで、お値段は2800円ぐらいだったかな。うん。で、柴崎も初めて見るね、製品なんですよ。多分あなたも初めてでしょ。ほら。ほら。だからね、これがどんな威力を持ってるのかね。同じオイルパステルで、値段も同じだからね。でも、メーカーももちろん違うし、国が違うんだからね。その違いはどこにあるのかね。ちょっと比較検証を今からしてみたいと思います。はい。では早速やってみますね。ゆっくり見てください。はい。ではね、早速、この項目でね、2つのね、このオイルパステル、ね、比べっこしてみましょうね。はい。ではまず、ね、外観ですね。パッケージ。随分違いますね、これね。どう違うかってもう一目瞭然。もう全然違うね。で、こっちには絵が描いてあるし、こっちはこのオイルパステルそのものをこの強調してあるのね。で、ポール・ルーベンは、これは中国製のものだからね。もうほら、これ全部中国語ですね。うん。もう中国の製品だぞってこう言ってるんかな。あるいは中国の人を主に対象に作ってんのかな。それに比べて、こちらのパッケージね、このギャラリー、ね、韓国製ということがどこにも見えないね。もう全部これ、ね、英語だし、その他ヨーロッパの言葉、言語でこう表記してあるね。この違いが面白いなと思った、まずね。うん。で、それはね、対象はこう、会社のいろんな方針で違うのかもわかんないけども、まずこのパッケージとして、素朴に見た時ね、柴崎の好みとしてはこっちのギャラリーがいいかなと思った。これなぜかっていうと、これ絵になってますもんね。やっぱりこの僕たちがその画材をね手に入れてみようと思う時に、その画材を使ってね、どんな絵がどのくらい素晴らしく描けるのかっていうのはもう一番の関心事ですね。それをこう具体的にこんな絵が描けますよってこう見せてくれてる。このやり方はね、この画材を買ってみたいっていう気持ちをね、とってもこうワクワクさせてくれるっていうね。そういう点で、このポール・ルーベンのこのパステル、ごめんなさい、このねオイルパステルがボンと出てるよりも、
絵がまず描いてあるって、このギャラリーさん、これが、パッケージとしては柴崎はこちらのギャラリーさんの方が優れてると思いましたね。あなたはどう？それじゃあね、今度はね、パッケージの中身を見てみましょうね。はい、中身です。まず大きなポール・ルーベさんから見ようかな。わあ、重いね。もうずっしりしてる。よいしょ。48色入りだ。おお、こうなってるか。ちょっと待って、蓋をこっち置きますね。なんかもうこう開けてみた時に高級感があるな。はいね。これはね、どこでも入ってるね、画材の色の説明なんかですね。もう完全に中国語で書いてあるね。はい。それでちょっとオープンは一緒にしようかな。じゃあこっち置いといて、今度はギャラリーさんですね。ギャラリーさん、よいしょ。ギャラリーさんも重いぞこれは。で見てみて、これね、いい気がついた。これこうなってるよこれ。よいしょ。ほら、これ二重になってんだこれね。おお。で中のパッケージも同じものになってるんだね。ね、ポール・ルーベさんも結構高級感あったんだけど、でもここでね、この2枚重ねね、これで高級感をさらに強調しているこのギャラリーのこのね戦略っていうのは、これなかなか買う人にちょっとこう驚きと期待感を出せますね。人にこのちょっとプレゼントする時もね、この二重に全然意味がないんだけどね、画材としては。だけどこれ二重にこうなってるってことはさらにこの高級感っていうのをね高める、そういう効果あるかな。なるほど、こうだ、引き出すぞ。よいしょっと。はい。さあ、お互いに高級な、オイルパステルってことを強調したいのかな。じゃあギャラリーさんの蓋を開けてみよう。よいしょ。よいしょ。こうなってんだ。これもね、これは同じですね。はい。ギャラリーさんのこれはどうなってる。全然ハングル文字ないね。全部英語だね。だからこれは最初ね、このパッケージでもお話した、これはギャラリーさんの戦略だね、これね。全然ハングル文字じゃなくてみんな英語ですね。はい。それでこの顔を見た時、こっちとこっちの方が高級感あるね。これは実用的にはどの程度意味があるのか分かんないけど、これはちょっとね、お値段が2700、800円ぐらいっていう点で言った時に同じ値段だったらね、こっちの方がなんか高そうに見えるっていう感じはするね。はい。面白いね、こういうとこもね。それでじゃあ撮ってみますね。よいしょっと。おお、なるほど。いやいや、これ比較するのに立てようか。この方がいいかな。ちょっと待ってね。こっちにこう立てた方が分かりやすいかな。はい。この方がいいね。どうですこれ。ねえ。いずれも綺麗だね。非常に素晴らしい。でもこうなんか色の並べ方が違うね。ポール・ルーベンさんとね、ギャラリーさんでは。このギャラリーさんってのは、なんていうのかな。こう、ね、色が順序よく、こういうふうに、ね、だんだん変化するようにこう置いてあるんだよね。で、最後にここに無彩色がこう来るっていうふうになってるんだけど、パッと見ると、
全然違うよね。ここに無彩色が来ていて、それでなんだ、ここにも無彩色が来てんだね。でこうグリーンがこうつながってるらしいんだけど、でも結構これパッと見るとこう散らばって見えるよね、こうやってね。こっちはこう順序よくこうグラデーションになって見えるんだけど、その違いが大きいのね。だからまあバッと第一印象はね、こっちの方が非常に華やかに見える。お花のように色がこう散らばって見えるからね。こっちはこうグラデーションだから、非常にこう規則正しいって言うんだけど、こう華やかさっていう点ではこのポル・ルーメンさんの方が華やかな感じがポンと見られるね。あれ待てよ、数が多くないかこれ。待って、48色、ちょっと2、4、6、はのと、2、4、7、3、7、21。こっちは51本あるかな。なんか数が多いように見えた。こっちのギャラリーさんは、ギャラリーじゃない、このポール・ルーメンさんは48色なんだけど、絵の具は51本入ってる。こっちは48色ありそうだね。48本ありそうだね。これはどういうことなんでしょうね。そっか、白が2つあるんだな。こっちは1つだよね。白が2つあるってのはいいね。柴崎もいろいろね、今までオイルパステルなどで描いてきたんですけども、この不透明な画材ってやっぱ白がねたくさん使いますので、これ日本用意してくれたこのポル・ルーベンさんはそういう意味では柴崎好きだな。で、パッと見た感じ、数が多いからってわけじゃないけど、白が2本用意されていと同時にパッと見た感じはこっちの方がこう色がこう散っていてね、非常に華やかに見える。でギャラリーさんは使い勝手がいいように非常にもうとにかく規則正しく色を配置するというね、その違いがある。ただ、人なんか差し上げたりしておーってこう驚かれるのはこのポール・ルーベンさんの方かなっていうふうに思ったね。さてちょっとね今気がついた。当たり前と当たり前で見逃していた。これね見て、このポール・ルーベンさんってのはこう一個一個ねこのスポンジの中にねこう分けてこう入ってるんだよ。これがそうだ。これがこのポール・ルーベンさんのこのオイルパステルがね華やかに見えるもう一つの理由だって今分かった。だってこれね、色があって黒がある、また色があって黒がある、色があって黒があるってわけだもんね。だから一個一個独立してね、ものすごく色を主張してるんだよね。それがねこうなんかチカチカチカっとしてこう花束みたいにね賑やかに見えることだって今分かった。しかもこれ結構キラキラしてるし、ほら。これがこの高級感を醸し出してんだね。それでねこのギャラリーさんは、グラデーションなんだけどびっちりくっついてるからね。だから一個一個の色の良さがパッと見た感じの主張がないんだね。ここだ。今で言うて分かりました。しかもこれ本当に一つ一つこのねスポンジの中にこう埋め込まれているから、なんかすごくなんか大変そうに見えるよね。立派に見える。これがあれだ。このポール・ルーベンさんのものがね箱を大きくしてこの作った大きな戦略かな。柴崎もそれにまんまとこう、魅了されてね、あなたもそうだと思うけどね、比較した時はギャラリーよりもポール・ルーベンのオイルパステルの方がこのパッケージの中身としてはすごいっていうふうに見えますね。
ということで、ではいよいよ、では今度はね、一本一本取ってみてね、それがどうね、見た感じ違うのか、比較してみたいと思います。はい。よし。どこら辺でやろうかな。ここら辺でやろうか。ここら辺でやろうかな。よいしょ。はい。ここら辺でやるね。この辺りかな。この辺り。よいしょ。はい。ねえ。太さも同じだけど、なんか印象随分違うな。ねえ。まずこのポール・ルーベンさんの見てよ、これロゴがね、ポール・ルーベンってもう大きく入ってるのね、これ。ほら。そしてギャラリーさんはね、ギャラリーってね、結構ささやかに入ってるんだ。それでここにオイルパステルってこう入ってるんだよ。これはこのロゴに関してはね、柴崎の感じではこのポール・ルーベンさんの勝ちだな。だってこれすっきり見えるしね、ポール・ルーベンっていうメーカー名がドーンと入ってるし、これはやっぱり大事なことはね、製品としては。うん。じゃあギャラリーって入ってるんだけど、オイルパステルってこう書いてあるでしょ。これ結構いらない情報だし、そのためにこのね、ロゴがこうちまちましてね、なんか訴えてくるものと、それからなんか洗練されたデザインっていうのがないような感じするんだね。だからこれポール・ルーベンさんの方がすごいね。うん。ぐるぐるっと回すと、あ、ここにバーコードがあるんだね。このバーコード、そっか、これはこっち、このギャラリーっていうのはこことここにこうなってんのか、二面にこう書いてあるんだね。ポール・ルーベンさんはこれ1個なんだよ。1個だけドーンとでかく入っていて、それがね、これ並べた時にこのポール・ルーベンさんのね、ここは顔になってんだね、これね。うん、ギャラリーさんはこれ顔がね、裏と表あるんだ、これ。あ、だからこれがこう入れた時にこんなぐちゃぐちゃって変だけども、どっちが正面かははっきりしない状態になってるんだね。そういう点でもこっちが顔だってこう割り切ってるこのポール・ルーベンさんのこのね、作りってのは、これはいいね。柴崎も今度は作る時はこうしようかな。それでぐるっと回した時ね、はい、ほらこれなんだけどね、この大きさが随分違うよね。これはやっぱりちっちゃい方がいいよね。まあ機能的にはどうか、バーコード機能的にどうかわかんないんだけど、小さい方がいいかな。うん、もし小さくできるのは小さい方がいいよね。だってこう見た時の美しさっていう点ではバーコード邪魔だもんね。はい。その点でもポール・ルーベンさんの方が素晴らしいかな。うん。あとね、ここでまた今気づいたんだけど、まあちょっと色が違うからなんだけども、同じような色がないかな。同じような色。こっちの方が同じかな。あ、これが似てる。じゃあこれ比較しよう。これの方が同じだね。これね、パッと見た時、ポール・ルーベンとギャラリーはね、色がどっちがこう綺麗に見えるかというと、ポール・ルーベンは綺麗に見えるでしょう。こっちはちょっとぼやけて見えるよね。こっちの方がすごく色が説得力あるでしょ。それはね、ここのこの包み紙のところがね、この色よりも暗く作ってあるんだよね、これね。ギャラリーの方はね、これね、同じようなこうメイドで作ってあるんだよね。だからここに出したこのね、頭のてっぺんの色の存在感がポール・ルーベンの方がね、すごく強いんだよね。これは戦略として
ポール・ルーベン恐るべしだねこれ。でそうやって今ちょっと思ってみたんですけど、ほらこれなんかこれもそうだけど、みんなこの包み紙とこの色がほとんど同じね明度ですよね。だからまあ一体感があるといえば一体感があるんですけど、こっち見ると例えばこれなんかも余計分かりやすい。ほらこの出した顔の部分っていうか頭の部分がねはっきり違うんですよね。だから一本の色なのにこれに2色あるように見えるぐらいなんだよねこれ。こっちは一本の色は一本の色ってしか見えないから、やっぱりパッと見るとこっちがチカ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 っと賑やかに見えるというね、それはここにあったんだ。この包み紙とこの色のね、ポール・ルーベンはこれに明度差をつけてるね、暗い明るいにしてる。ギャラリーはねそれがない、同じだ。だからこっちの方が非常に華やかに見えるっていうね。これはなかなかなところ考えてるよね。まあね、通常あんまり意識しないところだけど、こうやって大量に並べてみた時にこの明度差っていうのはね、非常に大きな効果を発揮してるってことがよくわかりますね。非常に2色に見えるってこれ華やかに見える。こっちはそのものはもう常に1色しか見えないから、同じ48色あってもこっちは2倍に見えるかもわかんない。こっちはそのまんまって感じのね、それはこの違いなんだ。すごい。こんなところにもポール・ルーベンは踏み込んで考えてるんだっていうことがね、今手に持ってよく見たら分かった。そういう点で話長くなったけど、一本一本の見た感じはポール・ルーベンの圧勝ですね、これはね。はい。じゃあ元へ戻しておこう。はい。もうほらすごいね、ポール・ルーベンってこのロゴがバーンとこっち向いてるもんね。ちょっとギャラリーさんはそういう点でまちまちって感じだね。よし、さあそうやってねパッケージから一本一本の比較したんだけども、やっぱり何と言ったってね使ってみた感じだよね。これが台無しなの、全部台無しだからね。じゃあ今から使ってみたいと思います。はいね、これいつもの検討紙ですね。はいね、ホワイトです。これでこの使い心地とかね、なんかちょっと見てみたいと思います。何色にしようかな。同じような色はね、ここら辺にしようか。こことこの辺りかな。これとこれとね、これと同じような色、どっちだ。これにしようかな。じゃあ待ってくださいよ。これと見て、もう指にくっついちゃった。ほら柔らかいね。まあいいか。こんなに柔らかいんだ。すごいね。もう油絵の具をちょっと固めた感じ。昨日出したパレットに出した油絵の具みたいな感じですよこれ。すごいね。はいよ。はい。はい、トマトちゃんがなんか言ってる。これじゃない、これね、柔らかいよこれ。よいしょ。今日お部屋の中の温度ね普通なんだけど、これ夏場になるとだいぶ溶けるかな。じゃあこっちがギャラリーですね。こっちはポール、ごめんなさい、こっちはポール・ルーベンとこっちギャラリーだね。よっしゃ。じゃあまずポール・ルーベンから塗ってみるね。おお、柔らかい。すごい。こんな感じなんだ。おお、いいですね。なんかね、しっとりとねっとりとっていうか紙に吸い付くようですよこれ。うわーすごい。ほらこれはすごいな。
ギャラリーですね。ギャラリー。お、なるほど。ああ、こうやって書いた時、ほら、もう書いた感じでこう分かると思うけど、こっちの方がなんか面としてね、広く塗れたでしょ。こっちギャラリーさんの方がこう線として塗れるよね。っていうことはね、このポール・ルーベンの方がね、柔らかい。ペタッと紙にくっつく感じ。柴崎同じ圧力でこう塗ってんですけど、こっちの方がね、幅広くなるってことは、こっち柔らかいってことだね。ギャラリーの方がね、比較なんだけど、若干これよりも硬めですね。はい。ほら。でもいずれも紙にはよくくっつきます。だから面としてね、油絵のように描きたい人はこのポール・ルーベンの方がいいかな。もう少しこう線としての表現も加えたい人はギャラリーの方がいいような感じもするね。待って、どのくらい違う。こうなんだ。なるほど。もうこれでもわかるね。ほらこっちのポール・ルーベンの方がこう色をこう引っ張った感じがするね。ギャラリーの方がこうやってもね、あんまり引っ張れないんだ。っていうことはやっぱり、ポール・ルーベンの方が柔らかくて、よく伸びるということだね。こっちの方がむしろ線として描くだけに伸びとしてはちょっと弱いという違いがありますね。発色はいずれもこうね、非常にいいですね。綺麗です。これ本当にこうやってほら色綺麗だよね。こんなに綺麗だし、発色はねいずれも素晴らしい。綺麗だな。これで早速絵描きたくなっちゃったね。はい。それじゃあね、こうなったからこの絵もう一度重ねてみようかな。どれでしょうか。ここと同じような。じゃあこれとこれあたりを重ねようかな。よいしょっと。はいね。じゃあまずポール・ルーベン重ねますね。見えるかな。はい。よいしょ。綺麗に乗るね。すごいね。もう明らかに上からパチャッとこう塗るね。ほら。あれすごいすごい。じゃあ待って、ギャラリーはどうだ。いきますよ。乗りますね。これはね、発色の具合は同じなんだけど、明度が違うからちょっとね、見た感じ違うけど。なるほど。これでわかることは、こっちのね、ポール・ルーベンってのは柔らかいから下の色を明らかにはっきりも隠しちゃうね、これ。で、このギャラリーってのはここら辺で見てもわかるけど、ちょっと硬いから下の色を十分には隠さないってことだね、これ見ると。ほら、ちょっとこれ下の色が透けて見えるでしょ。そういう違いがある。伸ばしたら感じどう？やっぱりこの色がよく乗って伸びるっていう点では、この柔らかいこのポール・ルーベンの方がいいですね。ただ線として描くんだったら先ほど言ったようにこのギャラリーさんはいいかもわかんないね。はい。ということでね、検証してみました。面白かったね。どうでしたか？もうね、4つの項目で見てみたんですけどね。まずパッケージではこのギャラリーさんがね、圧倒的に良かったかな。そして中を見た感じ、そして塗ってみた感じはこれは柴崎の独断だけどね、
このポール・ルベンさんに、ちょっと意味があったかなというふうにも思いました。しかしこのギャラリーさんのね、このパッケージね、これはとにかくまず売れるという点ではね、これ大事なことだよね。そういう点で非常に強みかなと思った。はい。いずれも面白かったな。でもね、でこの品質のね素晴らしさ、このギャラリーさんもね、ポール・ルベンさんもね、それにまたさらに柴崎驚きました。こう思うとあれだな、ちょっと心配になって、日本のメーカーもね、もう頑張ってほしいなと思うね。はい、そのくらい素晴らしいね、いずれも素晴らしい、このオイルパステルということだったのでね。で柴崎ね、この両方ねそれぞれ使いながら、じゃあ実際に絵を描くとどうなるかっていうね、さっき試しながらも絵描きたいくらいだったから、こんな描きますね。はい、ギャラリーさんとねポル・ルベンさん、実際に、じゃあ色を伸ばしたりね、重ねたり削ったりして一枚の絵としてどうなるか、次回ねあなたの前でやってみせますからね、ちょっと楽しみに待っててください。はい、さあということで今回ね、韓国製のギャラリー、そして中国製のポール・ルーベン、いずれも同じ値段で、オイルパステル比較検証しましたという回でした。はい、最後までね長時間見てくれて本当にありがとう。はい、ありがとう。